こんにちは、たかしです。本日は1月6日土曜日、週末ですので、来週8日からのポンド円、そしてドル円の相場の見通しをしていきましょう。最初にお知らせです。2月からノートメンバーシップとポストプライムのプライム会員価格の値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば、2月までに無料期間だけでもお試しください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日も一応陽線なんですね。おとといにここの GMMA の青帯をわずかながら抜けてきた。ただし抜け方が甘いので深めの押しをつけるかもしれませんねという話をしてたんですが、結果的に昨日またその陽線を伸ばしてきましたので、これで確実に GMMA を上抜けたと考えられます。となると、ここからは上昇しやすくなってくるんですね。現在は緑の平行チャンネルの中で動いておりましたので、その下限付近からの反発。ただ反発と言いましても、現在地でここをしばらく20日間ぐらいはここでレンジを作っているんですよ。現在地が上限、そして178円が下限というところでのレンジになってますので、まずはこのレンジ上限を抜けてくる。つまり184円を明確に上抜けてくると、次のラインまで 186.7 付近まで上昇していくと思いますが、現在まだレンジの上限にありますので、ここから一度深めの押しをつけに来るということも考えられます。ただし GMMA の青帯の上にありますので、この青帯の上にある間は基本的には上昇しやすい、そういう地合いにはなってきます。ストキャスティクスは高値圏ですのでちょっと注意ですね。現在地っていうのは過去の高値、この黄色丸の高値のところに、だいたい184円付近のところにこの白い水平線が引いてますが、そこで今、昨日も上値を止められてますし、なおかつストキャスティクスも高値圏ということは、ここから大きめの下落をしてもおかしくないところにはありますので、その辺は注意が必要です。現在はここから上抜けていくのか、それともレンジ上限から下落するのかという分岐点にありますので、どちらに行くのかっていうのが分かりにくいところではあります。では4時間足です。4時間足、ここ3日間ほど急激に上昇してきました。ただし昨日の上昇っていうのはほぼこれ分かりにくい動きだったんですね。1時間足で見たら分かりやすいんですが、上がったり下がったりという方向感のない動きの中でじりじりと上昇して最終的には下落してきたという形です。ストキャスティクス高値圏にありましたので、いつ下落してもおかしくない状態なんですね。ですので週明けこのままダラダラと下落していく可能性はありますね。一応 GMMA の青帯、急激に上昇してきましたので、GMMA の青帯との乖離が進んでますので、まずはこの GMMA 付近まで下落してくるですね。そうするとこのオレンジの水平線ぐらい、182.2 ぐらい、そんなあたりまで下落してくるのかなと考えられます。その辺付近まで押しをつけてもおかしくないかなと。182.2 付近まで押しをつけてそこから上昇していくっていう、そんなイメージが持てますね。もちろん現在地付近、金曜日の高値をそのままスルスルと上抜けてくることも考えられるんですが、先日もお話ししましたが、現在地より上っていうのはこの緑のゾーン、ここがちょっと分かりにくい動きをしそうな、抵抗が重くなる、抵抗になりそうなゾーンですので、このあたりは注意ですね。185円前後っていうところは上値が重くなってくるところですので、突発的に金曜日の高値を超えたとしても、そこが騙しになって再び GMMA 付近まで下落していくっていう、そういう動きをするかもしれませんので、ここからの上昇は注意ですので、金曜日の高値を超えたからそこからの上昇についていくというよりも、一度しっかり押しをつけてからの次の上昇の流れについていく、こんな感じですよね。こういう動き方をしてくれば、その流れについていけばいいと思いますが、このまま押しをつけずに上昇した場合は一旦様子見がいいんじゃないかと思います。では1時間足です。1時間足かなり急激に上昇しているのがわかりますよね。そして今この上昇の角度が少し崩れてきたんですね。今まで GMMA の赤い帯で上昇してきていたのが、それが今 GMMA の青帯に接触するぐらいまで下落。金曜日はそういうような動きになってきております。で、ここから今この感じですと GMMA の青帯は上向きですので上昇トレンド中、そして GMMA に接触したところで反発していく、反発上昇していくっていうことも考えられるんですが、そうするとちょっと押しが浅いんですよね。ですので先ほど言いました4時間足で言っていたこのオレンジのライン、もしくは1時間足にはこの赤いラインも引いてますが、このあたりまでの押しをつけてほしいところですので、だいたい182円前後まで押しをつけてくれば、そこからの次の上昇の流れを見ておきたいです。ストキャスティクスは方向感がありませんね。MACD は弱いです。ですので月曜日初動は1回下落を見ておきたいんですが、今 GMMA は上向きですので上昇トレンド中なんですね。なのでこの上
上昇トレンド中の次の調整の下落っていうのは難しい動きをしがちになりますので、ここからの下落の流れに乗っていくというよりは、一旦下落しきるのを待って、次の反発の上昇の流れに乗っていく。先ほど4時間足で矢印を書きましたように、一旦下落して次の上昇の流れに乗っていくのが分かりやすいと思いますので、月曜日初動から下落してきた場合、その下落の仕方が買い足で、例えば5分足とかで分かりやすい下落をしているのであれば、その流れに乗っていくことも可能ですが、下落が止まったところでは次4時間足単位の大きな上昇が入ってくる可能性がありますので、日足の GMMA の青帯も上抜けてきてますので、基本的には買い目線でやっていくのがやりやすいと思います。次はドル円です。ドル円は GMMA の青帯に接触して、この週末、金曜日は一応陰線といっても実体部分がほぼないんですが、長い上髭、下髭を伴った一応陰線という形になってきております。ここのところ3日間連続で強めの陽線が出てきて、ようやく金曜日で一旦調整をしてきたというそういう印象ですね。もちろん GMMA に接触しているので、ここからは下落していく可能性があります。ポンド円なんかは GMMA の上に乗せてきていたんですが、ドル円は今 GMMA に接触してきたところですので、当然ここから今下落トレンドが進行中ですので、ここから下落トレンドに戻っていくということも考えられますので、現在ちょうどポンド円もそうですが分岐点です。ここを抜けられるかどうか、ここを上抜けしてこれるのか、それともここから本来の流れの下落トレンドに戻っていくのかっていうところを見ていきたいですね。ストキャスティクスはそろそろ高値圏ですので、ここからの大きめ下落には警戒が必要です。では4時間足です。4時間足この矢印を描いておりました。ちょうど今分岐点にありますので、ここで上がるのか下がるのかっていうのを見ておきたいですねっていう話をしてました。結果的には上がったんですが、それを全部戻されてますので、結局どっちかわからないという、現在はそういう状態ですね。なので、金曜日の高値、安値を抜けた方についていくっていうのがわかりやすいかもしれない。ですので、この矢印ちょっと写しときますが、こんな感じ。そして、こんな感じですね。金曜日の高値、安値を抜けた方についていく。ただし、この金曜日の安値を抜けた場合っていうのは、4時間足の GMMA がすぐ下にありますので、金曜日の安値を下抜けたからここから下落だと思うのはちょっとタイミングとしては早いかもしれない。できれば GMMA の青帯をしっかり下抜けてからの下落の流れに乗っていきたいですし、今4時間足 GMMA が上向き、まだこの GMMA 上向きになりかけですので、上昇トレンドの初動なので何とも言えないんですが、基本的には上を向いてきております。つまり押し目買いの方が優勢になってきております。そして緑丸の高値も上抜けてますよね。ただこの上抜け結局全戻しされているので何とも言えないんですが、一応上抜けだとも取れますので、そう考えると現在は上昇トレンドに入りかけているので、当然下がったところは変わりやすくなりますので、この金曜日の安値下抜けたからといってそこからすぐに飛び乗るのは危険ですので、明確に GMMA の青帯を下抜ければそこからの下落の流れっていうのを見ておきたい。で、逆に金曜日の高値を上抜けてくると147円ぐらいまで上昇する余地が次出てきますので、その辺の流れに乗っていけるといいかなと思います。ストキャスティクスは下落中ですので、もう少し上値は重い、そんな展開になりそうです。では1時間足です。1時間足ではエリオット波動の5波をイメージしておりました。いつ4波に入るのかなということを金曜日にお話ししていたと思います。ちょうどこの金曜日の下落ですね、この大きな下落が4波になってくるのかなと思います。ということは現在は4波進行中ですね。1、2、3、そして現在はまだ4波中。ですので週明けは4波が終わるところを確認しておきたい。そうすると次の5波の流れに乗っていきますので、次の上昇の流れですね。現在は下落中なんですが、この下落が終わるところを見ておけると、そこからの5波の上昇に乗っていきますので、その辺を見ておくと分かりやすいかもしれません。今1時間足は GMMA に接触してきて、金曜日はここ一応反発はしてますが、ちょっと上値も重そうですので、週明けやはりもう一段の下落っていうところは見ておきたいですね。そして先ほど言いましたように、下落が終わったところからの次の上昇の流れを見ておけると、147円ぐらいまで上昇していくかもしれませんが、もしかすると146円でもその上昇は止まるかもしれませんので、下がったところから短く押し目買いをしていく、そういう印象を持っております。ただ1月上旬っていうのは結構迷う相場になりやすいので、その辺もご注意ください。上がったと思ったら下がったり、下がったと思ったら上がったりという方向感のない動きをしがちな時でもありますので、あまりどんどん上昇していく、どんどん下落していくと思わずに、利益が乗れば早めに利益確定をしておくのがいいかもしれません。それでは本日は以上です。
この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿しています。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。今週の週末動画は4日にすでに配信しておりますので、もし新規でご入会された方は4日の動画をご確認ください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場のコメントも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら今がお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。